こんにちは。今回は愛車を長く乗るために維持費を抑えるコツとしてユーザー車検についてご説明します。これからユーザー車検を考えている方に向けて、私が初めて車検を通すときに欲しかったなという情報をまとめてみました。この動画はトヨタナンバーの車両ですが、他の管轄でも同様なはずなので、ユーザー車検を検討しているすべての方のお助けになれば幸いです。この動画の構成は、最初に準備全体の流れ、次に車検時の点検内容について、最後に車検当日の運輸支局での流れです。特に準備全体の流れと陸運輸支局での流れを把握しておくと、当日にあたふたせずに済むと思います。最初に基本の流れを説明します。まずは家で準備することです。車検の予約、繁忙期であれば早めに予約をしましょう。次に書類2点と車両点検を実施してください。ここからは当日の流れです。運輸支局に向かう際に自賠責の更新を済ませましょう。私はすぐ横のテストセンターで更新しました。工軸などが不安な場合はここで済ませておくと良いでしょう。到着したら用意しておいた書類に加えて、事務所で3つの書類を手に取り、会議所の15番で印紙を購入します。印紙を購入したら書類に記入をして8番で受付です。必ず呼ばれるので、問題がなければ検査レーンに行ってくださいと言われます。検査場では書類はできるだけ取り出しやすい場所に用意しておきましょう。検査の後はすぐ横の部屋に提出し、結果を受け取り、事務所に戻り提出して待つだけです。ここからは車両点検と整備についてです。点検記録整備簿に沿ってご説明していきます。必要な点検記録整備簿は作成したのでリンクを貼っておきます。点検前に自分の車両に関係ない部分に車線を入れます。では点検を始めましょう。最初に舵取り干渉装置の点検です。舵取り装置に関しては普段から乗っていれば違和感を感じる気もしますが、軸方向と回転方向のガタがないか確認します。次にリアショックの取り付けにガタがないかチェックをし、同時にオイル漏れがないかを確認します。あとはフロントフォークオイルの漏れを確認し、清掃をしておきます。今回は全て問題なさそうです。次に点火装置です。点火時期は走ってて気にならないのでスルーです。プラグは外す前にホール付近をエアブローして異物の混入を防ぎます。プラグは問題なさそうでしたが、気持ちの問題で新しいものに交換しておきました。次は電装関係です。この項目も基本的に走行に問題が発生していなければ問題はないと思いますが、バッテリーターミナルの緩みは確認しておきます。次はエアクリーナーです。エレメントに異物が入っていないか確認します。ネジを4つ外して押さえの板バネを抜いたら取り外すことができます。中にはアブがいました。狭いから入ったら出れないですよね。車でもそうですが、鑑識のロシタイプのフィルターって交換のタイミングがよくわかりません。ちなみにサイドカバーは昨年再塗装をして、ステッカーは図面を引いて印刷をしてもらいました。もう少し色を濃く作ってもらえばよかったです。ここからはリアブレーキ周りとチェーン関係です。ブレーキシューの残りを見るためにホイールを外します。この辺はディスクの方が楽ですよね。ドラムブレーキだと
分解しないと見えないので面倒ですね。ドラムブレーキのブレーキシューの使用限度は2ミリです。使用限度までいくとブレーキがめちゃくちゃ深くなると思います。中央部分はまだまだありますね。鳴りがひどいので分解して清掃と当たり面を修正します。洗浄してくるとなんだか色が明るくなった気がします。シャフトにグリスを塗ってシューを戻したら完了です。ドラムブレーキの鳴りの原因はいくつかあって、ドラムの汚れとシューの当たり面による場合がありますが、特に雨の中を走行したりすると顕著ですね。戻してみると、あまりにもブレーキの踏みしろが深くなったので、ベスラのブレーキシューに交換しました。角を落として鳴りが少しでも小さくなるようにします。交換前のものはテカテカになっていますね。点検記録整備簿に記載するため厚さを測っておきます。踏みしろも OK です。チェーンのチェックです。ガタがないかを確認します。ドリブンスプロケットの確認をして車体に戻していきます。センタースタンドを立てた状態でチェーンの張りをチェックします。チェーンを調整したらアクスルを規定トルクで締め付けて完了です。ここからはフロントブレーキ周りを見ていきます。フロントはディスクブレーキなのでパッドの厚みを見たらフルードの交換をします。ブリーダープラグにホースをつけてマスターシリンダーの蓋を外しておきます。ブリーダープラグを緩めてフルードが出始めたら新しいフルードを上から入れて古いフルードがなくなるまでフルードを出し続けます。この時マスターが空になると気泡が入ってしまうので随時フルードを追加していきましょう。あとはキャップを閉じて完了です。こぼれたフルードは塗装を傷める可能性があるのでしっかりと拭いておきましょう。次にクラッチの遊びの調整です。サービスマニュアルによると遊びは10から20ミリです。遊びがないとハンドルを切った時にクラッチが切れてしまいます。最後にオイル交換をしつつ漏れをチェックして完了です。GB400TT はドライサンプエンジンなのでドレンがエンジンとオイルタンクにあります。オイルタンク側には純正でオイルを出す時の部品があるのですが、ない場合はテープなどでオイルが伝わるようにしておくと良いです。今回はオイルフィルターも交換するのでフィルターを取り外します。オイルが抜けたら各ドレンボルトを規定値で締めて新しいフィルターを取り付けてフィルターカバーのキャップボルトを規定値で締めたら新しいオイルの登場です。初めて使うオイルで中には藤原匠がいました。このオイル結構好感触です。ホンダ G2 よりもシフトフィーリングがいいかな、AZ の一番安いやつよりもちょっといいかなというような感じで、ホンダ G3 とかカストロールウルティメイトとかと比べても私にはあまり違いは分かりませんでした。
オイルの規定量を入れたら少しエンジンをかけて油面をチェックします。問題なしですね。サイドカバーを戻して点検記録整備簿の点検は完了です。最後に運輸支局での動きです。言葉では理解していても、いざ行くとどこに行けばいいのか分かりにくいので、簡単な地図でご紹介します。外観検査時の注意も合わせてご紹介します。運輸支局に到着したら、まずは必要な書類を集めましょう。検査登録事務所の入って右の窓側に書類があります。朝一の場合は3つの書類を手に入れたら、先に会議所の15番で印紙を購入します。お姉さんに二輪の継続車検と伝えれば、必要な印紙を用意してもらえます。タイミングがいいと親切に貼ってくれたりもします。印紙を購入したら、必要書類の記載事項を記入して8番に提出です。しばらく待つと呼ばれるので、不備がなければ検査ラインへ行くように指示が出ます。続けて検査ラインの目視チェックの項目です。実際にやってみるとあたふたするので予習していきましょう。まずは透過類、ヘッドライトから始めますね。はいにしてください。じゃあウインカー行きます。左、右、ホーンをお願いします。普段何気なく操作していることを言葉で言われると意外とスムーズにできません。次は後ろ側に行きます。前ブレーキ、後ろブレーキ、ウインカー左、ウインカー右、ハンドルロックのチェックです。あとはミラーや寸法をチェックされて検査場に入場です。ここから先は初めてですと言えば優しく教えてくれます。恥ずかしがらず正直に言いましょう。今回検査にかかった費用は約1万6000円。ショップでお願いするとおおよそ4万円くらいからですかね。家庭の理解を得つつ長く愛車に乗るために費用を抑えるのも一つの手です。愛車への愛着も増すので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。書類の書き方など参考にしたウェブページを記載しておきます。またアドバイスや質問もお待ちしております。それでは今回の動画はおしまいです。次回の動画までさようなら。